瞑想感がすごく作品に出てる。強さをぶつけ合うっていうのかな。いや、さすがですね。はい、ということでやっていきましょうか。はい。手直し会。さてさて、これをどう手直ししていくかっていうところなんだけど、大事。大事だね。割とね、ブランクをやっぱ感じるわ。一番あれかもしれんな、今までで。ちょっとすっとぼけた顔してるように見えてくるし。ちょっとね、ぼやけてるよね。ポイントというか。そう。何を見せたいのかっていうところで、現代歌はやっぱ何を見せたいのかに尽きるんですね。そうね。そう、だから見せたいものも失ったっていう。そうだよね。虚無感が。瞑想感がすごく作品に出てる。生徒にもみんなにも言うんだけど、何を見せたいのかっていうのが、もう意思がはっきりしてる作品っていうのは、見た瞬間に伝わるんだけど、迷ってる作品っていうのも逆に伝わる。手まりその時ってよく入ってたので、やっぱり思いが強かったっていうのはある。ほとんど初めてだもんね。そう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 。初回。今回途中で思いが砕け散った瞬間があったから。で、これはすごくいいアイデアだと思うんだよね。うん。曲げて穴通して曲線を作る。そう思います。うん。で、この子たちができないから途中挫折しちゃったんだけど、これもう一本あるから、この子もこういう感じで曲げていけばどうかなって。これはもう本当に俺の力不足というか、取材を低くして目立たせる自信がなかった。じゃあ今日一つその見せ方、またお伝えできればなと思います。皆さんもぜひ参考になるんじゃないかなと思うので。で、一つの考え方として、やっぱ最初にこう器が大きいから重いよねって、面が強いから下が重いよねって話をしたと思うんだけど、今日の花材の量感とかこういう軽さっていうと、やっぱこの器っていうのはちょっと難しかったのかなっていうところなんだけど、じゃあこの量感に対してどう対処するかっていう考え方として、まずは平面がやっぱこうペタッと強いから、少し角度をつけることで、こうすると若干引き締まって見えるっていうのが一つ。で、もう一つは器のこのボリュームに対して花材の量を増やす。そうね。負けないぐらいの量で攻める。で、もう一つが器の広さに対して空間を大きく取ってあげる。で、もう一つがこの器とここの部分で強さをぶつけ合うっていうのかな。で、今日はそれでいこうかなと。なるほど。うまくいくかちょっとあれなんだけど、これがやっぱいいアイデアなので、これを生かしてあげたいなってところで外しちゃうね。うわありがとう。苦しかったよ。ぎゅうぎゅう詰めにされてたから。中心部分のね、この花の作りすごく丁寧で綺麗だったな。あとちょっと花瓶の時を意識して、ちゃんと口元っぽいところに一応花は集めて、隙間ができないようには引き締めて、でその中でこう伸びてるけどちゃんと空間も取れてたから、イケメンだし、いいまとめ方。ユリとかみたいにでっかい花だったら照明カーでもよかったかもとか。そうだね、この強さに対して。そうって今いろいろ話聞いてて、で逆に言うとスイートピー1本とスプレーストックもまだこう枝分かれしてるのが2本残ってるから、これも全部こうマスって塊って意味なんだけど、強さを出すっていうのはありだったんじゃないかな。なるほど。何よりも器のチョイスで今回ちょっとやらかした感強いんで。ただね、でもね、知識はやっぱ失ってない気がするね。この貯める技術とか一度身につけたものは言ったか、さっきスキーとかね、自転車と一緒で。俺たちすぐ忘れちゃうから本当にもう頭悪い。これやってて忘れてたらもう予防になるとかちょっとそう認知症予防になるよって予防になるんだけど、俺らがそれ以上にバカなだけだ。で今こうやってこっち側に貯めたんだけど、こうするとこのまんまっすぐだからこういう動きしかできないけど、少し逆にこっち側に開けてってあげるとこういう開きが出るから、ここからグッと。すごい。これだけでちょっと電球みたいになってる。下がソケットで上がガラス。これがソケットか。で真ん中に花やったらもう電球になりそう。さっきは奥から来たのか。奥から来て、でここでフィニッシュだったから、この動きに対してここでこう逃げちゃってたんだよね、勢いが。向きとしてこうやっていけたりすればぐるっときて横にスッと流れるような感じなんだけど、手前っていうとちょっとこう動きが逃げちゃってるっていうのかな。これがこうくれば動きとして出てくるんだけど、正面って要するに点になっちゃうからちょっと角度つけて。いやそうね。で、ここで今一つ輪っかができてるよね。線としてスッと逃がすって手もあるんだけど、これをもう一回この辺でこう入れてあげると、ここにもこういう曲線ができる。本当だ。だから2段階でこれがより強さが出るっていうのかな。ここで止めてあげると。線を出せ。ほ
俺これ結構好きなんだよ。いや、なんか、割と使い勝手いいよ。これ、背でも出さなきゃいけないから。そうね。そう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 。出せこれ使ってこう。大事なこと言ってるから、ちゃんと線を出すっていう。ジブリ好きとしてもね、うん。外せないところだしね。そう。あ、すんだ。で、これが2本ちょろっと見えちゃってるから、丁寧にやるとしたら、こう、1本ずつ貯めてあげると。貯めてあげる。少しでもこういう動きなるほどね。リンクしてくるよね。で、もう1本。こっちがさっきの状態だとこの輪っかに対してやっぱ流れがちょっとあれだったので、これもじゃあこう輪っかとして機能させていくとよりこの輪っか感が強くなるかな。さっきこの曲げたのもあんま機能してないね。この構成にするとあれだよね。ここからこういう動きを出すとしたらあれだったらめちゃくちゃ機能する。あー、これありだね。こうすると器の強さに対して3個目かなの提案したこう、いや、それは確かに空間がやっぱり大きくなるからいいなと。これでいこうか。さっき強さでぶつけるっていう話だと、これに対してこういうのをここにもこういう世界を作っちゃう。でこれでこうガツンときて、これだけだと線が弱いから、この荒れ返しもこういうところにこうわー、なるほどね。こうするとこの辺がこう強さがガーッと出てくるっていう、まあそれでいこうかなと思ったんだけど、今こっちの方が空間に伸びやかで生け花らしいので、それでいこうかな。6。やっぱ行を怠ってないから見えるね。いつも電車とか乗ってる時に1とか6とか急に見つけるそうそう、いつもやってるやついる？こうやって目放出してるやついる？そしたら1って言ってるかもよ。こいつできるっつって役やってるやつだよ完全にまあ手直し会はパパッと生きれて手持ち無沙汰じゃないから暇じゃないわ。いや、ちょっと今日本当に苦戦、途中でバキバキ折れ始めた段階でちょっと。そうね、心も折れてた、ね、俺の心もちょっと折れてた時ね、ポキッと言ってたね。こういう感じかな。こうなったっていいかな。これがやっぱ主役の線になってくるから、そこからこう離れちゃうと若干違う流れ、動きになってしまうっていうところで、曲線をこう生かしてあげるといいのかな。こうするとここにもこういう輪っかができるし、なるほどね。ああ、それはそっちの方が一体感はあるね。流れのコントレスがあるよね。ああ。でこうやってやっぱその自分の見せたいものを曲線なら曲線でこう構築していくと、見た人も伝わるんじゃないかな。なるほどね。ちなみに今意識してること何かわかる？意識してること、交互っていうか高さ知ってる知識を総動員してでもね、一回動画でも話してるポイントかな。あとさっきのポイントは綺麗だったから、もう同じような感じで。わかんない。今ね、口元をこっちに寄せてる。ああ、さっきはここからも出てたし、こっちからも出てた。先生片方に寄せるの好きでしょそれは知ってんだよな。それは知ってるけど、それはなんか好みだと思ってたわ。気をつけてるっていうか、まあ好みでもあるんだけど、特にこういう重い器の場合、口を片方に寄せてあげるとここが空間として生きるから、こっちも入れるとなると入り口が2つあって真ん中がスカスカになっちゃうし、結局足元締めてない感じになっちゃう。そう足元が曖昧になっちゃうっていうのかな。もっと花材の量が多い時はあえてまんべんなくその刺す場所を使えばいいけど、そしたら口元がもうここで中心になって、そこからブワーってなるほど。花材が少ない場合で口が広い場合は片方に寄せてあげるっていうのは。なるほどね。隅っこに寄せたがるって癖みたいな感じなのかなと思ったこいつ陰キャだなって隅っこが好きなんだないつも花材に隅っこぐらい刺してんなと思ってそういう意図があるんですよ。なるほどね。なるほど。まあ、あとは生け花特有のその左右の大きな変化とかっていうのも生み出しやすいし、そういう意味でやっぱりあれだね、ちょっと俺にはこの器の難易度がやっぱりまだ高かったな。ちょっと難しいのはそうだね、チョイスしたね。そう、このボリューム感で言うと重いし、やったるねみたいな感じになっちゃって、今日はちょっと表現してやろうかみたいな感じで。ちなみにこの紫のはなんだ？それって聞いてなかったっけ？話したよ。枝分かれしてるスプレー、ウック、わかんねえよ。スプレーウック、スプレーストック。そう待って、スプレーストックってさ、スプレーがさ、枝分かれでしょ？ストックっていう植物がいる。
がいるってことだよね、うんいやちょっとスプレーストックはちょっと申し訳ないけど次あってもスプレーストックだってなる自信がないな。ストックっていうのが1本でこうスラッとなってて、花がこうやって穂状にわさわさっとなるものなんだけど、それがこう枝分かれしてる、まあ特徴的な飾りだけどね。そんなところかな。こんな感じですかね。いやこんな感じ。主役として赤目をこう曲線作って器と絡ませて、で器の強さに負けないように高さを出して、あとはこの辺は味付けで中心部分をふわっとまとめる。いやさすがですねなかなか、いやいい受賞を持ちましたね。ちょっとでもねこう手柄にしよう手直しの余地を残してくれたというところで、やっぱりこの変化がね変化がね見れるビフォーアフターがね、そう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 皆さんも見てて楽しいんじゃないかなと思うんですけど、前回の動画でも話したんですけど、職業柄ねこうやってなんか人の花をこういろいろいじくったりとか、こうした方がいいっていう話はするんだけど、生け花ってやっぱまずは自分が楽しむとか、完成した作品お花に対してなんか自分が納得いってればそれでいいんじゃないかなっていうのは思うんだよね。まあね、でもやっぱりあれだね、こうやって経験積んで納得いくお花をいけるようになってそこを楽しみたいな。あ、そうだね。そうそう、今日俺完全に楽しめてなかったから途中から完全に苦労してたからみたいな苦悩が見て取れたからね。そうあそっからでもこっちにシフトできたっていうねやっぱそれが見えてなかったからね。やっぱ違うね。やっぱもっとね上手くならないと。ぜひねこれからも続けて楽しんでもらえればなと。そうですね。はいということで3本目、これをどういけるか、またちょっと別の角度から攻めてみようかなと思うので、引き続き次回もお楽しみいただけますと幸いです。はい、また次回。ありがとうございましたありがとうございました。